はい、どうもどうも。腕時計が好きな人は何かと理由をつけてね、腕時計を買うものだと思ってます。それはね、腕時計に限らずね、お酒好きな人が何かと理由をつけてお酒を飲みに行くのと同じなんですけど、腕時計好きは何か用途を決めてね、この用途のためにこの腕時計が必要なんじゃないかとかね、新しいこんなことを次から始めるからそのための腕時計が必要になるなとか言ってね、腕時計を買いたがるものです。そういう用途別の腕時計っていうのを私もいくつかね持ってます。仕事用とは別に、プライベート用とは別に専門の用途の時計として私も持ってます。その中で私がいわゆるチープカシオ、チプカシですね。正式にはカシオのスタンダードっていうモデルです。こちらですね。サウナとかね、銭湯とか、お風呂が大好きなんですね。そういうところにつけて入るために買いました。もちろん今でも使ってます。なんで2つあるかっていうと、カバンの中に入れっぱなしにしてね、その時その時で出してすぐ使えるようにっていうことでね、複数持ってカバンにね、入れっぱなしにしてます。デジタルウォッチをまとめた時の、回でもね、言いましたけど、昔のデジタルウォッチがすごい作られてた時のデザインを今に残す、生きた化石みたいな腕時計なんですね、こちらは。パッと見てね、直感的にすごいかっこいいなっていうのが来るわけじゃなくて、味わい深い感じの、どこがいいかよくわかんないんだけど、惹かれるような、そんなデザインですね。で、こちらの方はね、黄色の差し色が入ってて、似たようなモデルなんですけど、ちょっとベルトのね、厚さが違ったりとか、そういう部分はあるんですけれど、兄弟みたいな時計になってます。それで、この F91W なんですけど、どの瞬間、生活でどの瞬間で一番、この時計かっこいいなって思うかっていうと、いや、私はね、普通に使ってる時よりもね、水からバッと出した時にね、F91W の画面というか液晶、それからベルトとかケースにね、水滴がつくんですよね。その水滴がついてるこのチップ貸しがね、めちゃめちゃかっこいいんですよ。なので、私お風呂でね、サウナで使うっていう風に言いましたけど、これはね、F91W のかっこよさをね、すごい引き出す使い方じゃないかなと思います。腕時計はいろんなタフなモデルあります。例えば、G-SHOCK ですね。同じカシオですけども。あります。G-SHOCK。タフで有名ですよね。皆さんも一つぐらい持ってるかもしれません。で、このモデルは20気圧防水ですね。それから、ショックレジストっていう文字もね、見えます。で、同じようにタフな時計の代表格がダイバーズウォッチかなと思います。こちらはセイコーのね、ブラックボーイですね。ダイバーズウォッチ規格で、いうところの200メートル防水っていう形になってます。こういうね、タフな時計を腕時計業界では今まで作ってきたわけですね。先ほど、このチップカシをね、私はお風呂で使ってますって言ってますけど、これは推奨された使い方じゃないんですね。私がね、勝手につけてお風呂に入ったりサウナに入ったりしてるだけで、公式にはね、そんな使い方できないっていう見解です。じゃあ他のメーカーからね、サウナ専用の腕時計、お風呂専用の腕時計っていうのが出てるかって言ったらそんなことないんですよね。先ほど紹介した G-SHOCK とかね、ダイバーズウォッチとか、もう200メートル潜れます。衝撃にめちゃめちゃ強いです。タフです。すごいです。ものによってはね、さらにダイバーズウォッチなんて深海の1000メーターまで潜れるモデルなんかもあるんですよ。腕時計によってはね、宇宙に行きましたってことを売りにしている腕時計もあります。もう人間が行けない場所でも耐えるような、そんなタフな腕時計があるにもかかわらず、サウナ用の腕時計ないんですよ。宇宙でもないし、深海でもないし、しょっちゅう行くわけですよね。しょっちゅう行くのに、それ用の腕時計がないってどういうことなんだっていうね。腕時計つけたいぞ、腕時計好きはって思うんですよ。で、実際私もサウナ行ったらね、ぼちぼち腕時計つけてる人いますよ、やっぱり。しかも今は空前のサウナブームなんですよ。今までサウナに来なかった若い世代がね、すごいサウナっていう文化に惹かれて、それを魅力的に思って、癒しを求めにやってきてるわけですね。そんなサウナブームの真っ只中にあってね、腕時計好きとしては、サウナでつける腕時計が欲しいなと思ってるんです。でも売ってないし、私もSNS で企業アカウントにね、サウナ用の腕時計作ってくれませんかとか
言うんですけど、まあ大体何の返答もないですね。なので、ちょっとどういうのが欲しいかっていうのをもうちょっと具体的にね、言っていったら、まあいつか作ってくれるとこあるんじゃないかなと思って、この動画でね、私の考えた最強のサウナウォッチをね、皆さんにご紹介したいと思います。ご存知ない方もいるかもしれないので、サウナブームについてね、少し冒頭で話をしておきます。今画面に出しているのは Google トレンドでサウナという単語がね、どれぐらい検索されてたかっていうのを、その推移を表したグラフです。2010年から2020年の3月までですね。で、ちょっとね、時系列で見ていくと、ずーっとね、そんなに上がりも下がらず、ずーっと来てたんですけど、2019年のね、春頃からね、ぐいぐいぐいっとこう上がって、2019年の終わり頃にはね、もうそれまでの検索数の倍、Google でサウナっていう単語が検索されたわけですね。で、その後、コロナの影響でね、ぐわーんと下がってるんですけれども、それでもね、今まで検索されていた回数よりは下がってないみたいです。単純計算でいけば倍今までよりもサウナっていう単語が検索されてるわけですよね。つまりサウナ人口がこの1年ちょっとでね倍になってるって言ってもね私は過言じゃないと思ってます。サウナブームは2010年代の中頃ぐらいからねサウナブーム来てるサウナブーム来てるなんていうのがネットの記事とかニュースとかでね出たりもしてたんですけど、そこまでね大きなこう流れにはまだなってなかったんですね。それが2019年の春頃に一気に芽吹いてというか花開いて今の空前のサウナブームが来てます。火付け役の一つがドラマの茶道、深夜ドラマでね2019年の7月末頃からねやられてました。私もね全部見ていや面白いなと思って、で原作はもともとは田中克樹さん、漫画家イラストレーターなんですけれども、その方が、茶道というね、まあすごいサウナが好きで書いた本があって、それが2011年に出てます。でその後、まあ、漫画版っていう形で漫画茶道を出しました。でその漫画茶道を原作にして作られたのがこのドラマの茶道なんですね。ネプチューンの原田泰造さんが、主演を務めていて、まあ、なかなかね面白い内容になってます。で、このね、今のサウナブームを証明するようにね、いろんなところでね、サウナが取り上げられてます。今画像のね、上の段は漫画ですね。漫画でサウナを扱った漫画。まあ、一番左上は茶道ですね。それから、下の段はね、雑誌とか、ムック本ですね。それからあと書籍です。半分本気、半分ネタだと思うんですけど、一番右下のね、本なんかには、これからの時代を勝ち抜く最強のソリューションって書かれてるんですね。こういう感じでテレビだけでなくてね、こういう漫画とか、あと本とかでもね、サウナが多く取り上げられるようになってきました。さらに、今ではサウナに行く人、いわゆるサウナーと呼ばれるんですけれども、そういうサウナー向けのファッションブランドも登場しました。まあそのね、サイトも私実際見てるんですけど、まあすごくかっこよくてね、サイト自体も、こういうサウナーって書いた T シャツとかあってね、おーって感じがするんですけど、一緒にね、こう着てる人はね、大体女の子を使ってるんですね。こうサウナのおっさん臭いイメージから、こういう若々しくて明るく清潔感のある感じにね、やっぱりこうサウナっていうものがイメージは変わってきてるっていうことはここからもわかると思います。個人個人がね、サウナが好きになってサウナに行くっていうのはもちろんあるんですけど、そのサウナブームですね、そのサウナの良さに目をつけた企業がいろんなイベントをしてます。その一つがコロナビールです。冬にね、街中にテントのサウナを作って、そしてテントの水風呂も作って、そこで時を過ごすっていうイベントをね、してるんですよね。写真を見てもらったらわかると思うんですけど、明るくてね、清潔感があって健康的な、まあ、そんな空間です。そういうサウナのいいイメージっていうのを利用してね、企業がブランドイメージっていうのを良くしようと。まあそういう取り組みの一つですね、こういうイベントは。まあそれでね、ちょっと腕時計の話に戻りますけれども、私が普段使ってるのは F91W、先ほどの見せましたけれども、で、あと F94WA というモデルですね。で、この2つのいいところは、まあ、小型でね、さらに薄型で、あと樹脂製で防水性もあることです。まあ、小型薄型っていうのは邪魔にならないっていうことですね。で、樹脂製っていうのは金属製はね、サウナの中でこう熱がこうバーってあって熱くなるんですね。
なので樹脂製を身につけると。でさらにサウナに入るだけじゃなくてお風呂にも入りますし、水風呂にももちろん入りますので、防水性は絶対に必要です。でこれがね、サウナで使う腕時計のね、最低条件だと私は思うんですけど、これだけじゃね、ちょっと物足りないんですね。私はサウナで使うことを目的に作られた、サウナに特化したサウナウォッチが欲しいんです。それがね、実際はないし、SNS で企業アカウントにメッセージを送っても何も返答は来ないし、もうこれどうしたものかなと。もう自分で考えて、こういうの欲しいっていうのをアピールしていくしかないっていう結論にね、到達しました。それでね、僕の考えた最強のサウナウォッチっていうね、本編の方が始まります。デザインはね、こんな感じかなっていうのでね、私が描いてみたんですけれども、もっとかっこよくできるかな、もっとかっこいい方がいいなっていう風にね、もっといいデザインがあると思います。ただね、私は基本的に欲しい機能とか欲しい要素っていうのを、アピールしたいと思います。まずは、ヒートレジストっていう表記ですね。こんな表記があるのかどうか私ちょっとわからないんですけど、ウォーターレジスト、ショックレジストがあったら、もうヒートレジストっていうのがあった方がね、やっぱサウナウォッチっぽくてかっこいいと思うんですよね。しかもこれまで、いろんな腕時計の中で多分ヒートレジストっていう表記が使われたことは多分ないんじゃないかなと思うんですよね。だからサウナウォッチでね、初めてそのヒートレジストっていう表現をね、使ってほしいなと思います。で、2番目に欲しい要素はね、温度表示です。やっぱりサウナって室温があって、施設によってね、温度が違うわけですね。さらに段差もあってね、その段差上に行けば暑くなるし、下の方が温度が低くなったりとか、いろいろそういう温度っていうのがあるんですね。で、自分の中でベストな温度とか、その後、サウナの後に入る水風呂とかがベストな温度とか、あるわけなんですよね。で、施設に温度計とかがあって、それはわかるんですけど、もっと自分で身につけて自分で測りたい。私目がそんなに良くないんで、もう見えないですしね、しかも。手元で温度をちゃんと管理したいっていうのがね、私の理想ですね。液晶に温度が表示されて、で、さらに、ここに温度計がありますっていうのをポチッとなんかあった方がね、私はいいなと思うんで、こういう部分がデザインのアクセントにもなりますしね。そういうのが、私の欲しい要素の2つ目です。サウナ専用の腕時計なので、もう日付もね、曜日も必要ありません。もう時刻のみのシンプルな表示です。あと欲しいのはタイマー機能ですね。で、タイマー機能もね、クロノグラフみたいな形で数字がちょっとずつ進んでいくっていうタイプじゃなくて、できる限りパッと見た時に直感的に視覚的にわかるようにしたいんですよ。なので、タイマー機能はね、ちょっと他の時計から、もうすでに昔あった時計からインスピレーションを受けてですね、このタイマー機能も時間で表示されるんじゃなくて、丸のドットが並んでて、時間の経過ごとにですね、丸が消えていくみたいな形でね、1分に1つでもいいし、30秒に1個でもいいし、それが消えていくことで時間を確認するみたいな、そういう表示方法が、サウナ用には向いてるし、あとかっこいいんじゃないかなと思います。さらに次が、ちょっとデザイン面なんですけどね、程よいけれん味。シンプルでシュッとした形よりも、やっぱサウナっていうね、その時だけの、憩いの場、エンターテインメント、楽しみに行っている場所なので、やっぱりちょっとデザインがね、気分を上げさせるようなね、要素があった方がいいと思うんですよ。それで今回私が考えた、サウナウォッチでは、縁のところにビス止めをつけて、ちょっと道具感を演出して、で、さらに、ストップウォッチ機能ですね、タイマー機能を使うときとか、時刻修正とかで使う、あと、ライト点灯でもいいですし、ボタンありますよね。そのボタンが水平ではなくて、中心に向かったね、放射状の斜めにね、ついててほしい。ちょっと細かいところなんですけど、多分一部の腕時計好きの方はうんうんとうなずいてるとは思うんですけどね。そういう一腕時計好きのね、クロノグラフとかタイマー機能で使うようなボタンは斜めについていてほしいっていうね、願望ですね。高温で多湿な空間にいるので、あとサウナウォッチには装着感も大事ですよね。なので今回、ベルトはね、もちろん樹脂製で考えてるんですけれども、スポーティーさの演出として、ベルトのところですね、そこに穴が開いてるような感じですね。ちょっと肌が見えてスポーティーにもなりますし、水がかかっても、水の切れがね、良くなるんじゃないかなと思います。
そういう装着感を重視した作りにしてます。これは本当にどうでもいいことなんですけど、サウナウォッチのロゴマークにはね、動物のロゴを使ってほしいってことなんですよ。やっぱりサウナに入ってリフレッシュしてると、なんかよくわかんないんですけど、大自然に感謝みたいな気持ちになってくるんですよ。不思議と。なので、やっぱこう動物のロゴを載せて、こう大自然をイメージするようなサウナウォッチがね、私はいいし、そのマークとしてはやっぱ動物がね、ベストじゃないかなと思います。はい、今日はね、サウナウォッチ、しかも私は勝手に想像して考えた、もう小学校の男の子みたいなことをしてんなと自分でも思いましたけど、サウナウォッチを自分で考えて、いろんな機能、こんなのあったらいいな、こんなのあったらいいなとかで考えながら作った動画です。まだ世界には存在しないサウナ専用の腕時計、サウナウォッチなんですけど、私が望むと望まざると、いずれはね、出てくると思うんですけど、私、やっぱり腕時計も好きだし、サウナも好きなので、先に要望を伝えておきたいみたいな感じでね、この動画作成しました。私自身はサウナはね、前からね、好きだったんですけど、ここ4、5年ぐらいからですかね、なんかいろいろと行ったところの記録を取り出したんですね。メモを新しくここ行きました、ここ行きました。銭湯、あとサウナ、もちろんスーパー銭湯も入れて、あと大浴場があるホテル合わせて、その間に70件ぐらい行ってますね。でもちろん家の近所のところは、何回も何回も行ってますけど、そのプロのね、サウナーからすると全然もう私なんて大したことないんですけど、ただ一般のね、サウナ初心者の方にちょっと語れるぐらいの、経験とね、行った回数もありますし、ちょっと語れるぐらいにはなったんじゃないかなと思ってこの動画を作成しました。私のね、趣味と言ってもいい腕時計とサウナ、この2つをね、コラボさせる、うんってさせる動画ができて非常に満足してます。それではね、皆さん次の動画でお会いしましょう。